こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はですね、サコッシュって何ということで、普段サコッシュをよく使っているメンバーに集まってもらいました。なるほど。変なメンバーですね。そう、確かに今日は僕も緊張してる。この方はそうです。今日レアキャラを紹介しました。突っ込まずにはやめはい。オンラインストアのピークさん。から来ました。ピークさん。ピークさん。これはもう年に1回あるかないかです。そうです。はい。普段そうですね。で村松ってついてたら、あ、この方がこれやってるんだなっていう。はい。で、おなじみ、はい、メカニックの中やん。はい。そして代々木公園から。はい。セントです。せんちゃん。はい。で、シャミね。はい。おなじみ、おなじみ。いやいや、シャミ。はい。このメンバーでやっていくんですけど、僕が独断と偏見で選ばせてもらったんですけど、普段からよくサコッシュ使ってるよなっていう感じなんですけど、実際じゃあ早速どんなサコッシュ使ってるか聞いていきたいんですけど、じゃあ中やんからかな。普段メインで使ってるサコッシュ。普段メインで使ってたのはもうこれですね。このボロボロの。もうしわくちゃだね。見せられないぐらいゴミって言ったら失礼だけど、これがいやでも中やんと言ったらもうそれのイメージありますずっと愛用してて、どんなサコッシュですか？これはケイデンスが多分日本で当時バイシクルフィルムフェスタ、フェスティバルか、BFF 通称、その時に多分こっちで発売してたサコッシュ限定の。で当時は僕買ってなくて、実は。あ、そうなんだ。そう、買ってなくて、で僕すごいケイデンスがきっかけで、ブルーラグの自転車も好きになったので、でそんなことを知ってる。じゃあブルーラグ入る前に買ってるの？これは入ってからです。入ってから入ってから働いてたら、もうリキさんっていう優しい先輩が、友人が好きだからこれもう使ってくれよみたいなので、そうくれたんだ。そうで、記憶ないですけど、これ真っ黒の上に確か黒でサインが入ってるんです。そう。あ、本人の？本人。ケイデンダスティンの。そう。だけど本当に使いすぎてここまでになっちゃったから。すごい、もうだってちょっとこれ見せらんないんだよな。だからいつかここをちょっと使ってボタンを取れちゃってるもんね。そうなんですよ。でもいいね、その思い出が詰まってる感じ。で、本当簡単にせっかく持ってきたんで。いろいろ持ってきてね。昔与田さんのカップ&コーンで作ってた。本当初代の方かな。結構もうそうだね、初期の頃だよね。そう。とあとはナーブス行った時にチームドリームのシオンがくれたマビックの。いいっすね。いいっすよね。いいっすね。どれも最低かな。あとはこれはサンフランシスコといえばの本屋さんのサコッシュなんかもうトートバッグに近いですけど、もうどれもあれだよね。もう超アナログな感じ。定番というかコットンの。単純にあれですね。財布とか携帯はポッケに入れるのが苦手で、で財布携帯、あと何ですかね、小物。じゃあお買い物した時とかどうするの？買い物した時はちょっとしたのがですね、これで入れて、あとは最近だとね、休みの日でスーパーとか行くんだったらいわゆるエコバッグは入れるようにしてますけど、普段はもうこれで大体は落とすんじゃうかなっていう感じです。じゃあ中也のそのマビックのサコッシュ、ケイデンスもそうだね。こうザサコッシュ。サコッシュと言ったらこの形みたいなね。横長の。横長でコットンでペラペラでみたいなサコッシュ。皆さんご存知だと思うんですけど、ここでクイズです。こういう感じで今日。サコッシュ、みんな聞き慣れてるサコッシュって言葉、何語でしょうか？じゃあ中やん。あら、いいよ。フランス語でしょ。お、来たんちゃうかこれ。これ正解でしょ。正解です。サコッシュじゃ多分本来は通じないんじゃない？フランス語だと多分ちょっと違う気がするな。そう、さすがです。そう。サコッシュで僕ら普通に呼んでるんですけど、実はそのサコッシュの意味ってこの袋そのものを指す言葉で、だから例えばパニアバッグとか大きいバッグもサコッシュになっちゃったりする。袋状のものを総称して
そうサコッシュサコッシュって呼んでるけど、だからこれね、しかもちゃんとジャグさんにお願いしてフランスのディーラーさんに確認しました。そのサコッシュっていう、どういう使い方してるのか。そしたらもうめちゃくちゃ幅広いから。どうぞ。フランスに僕らの用品置いてくれてるお店。そうあるんですよ、ディーラーさんが。そこのちゃんとフランスの方に聞きました。ちょっとあれですね。まず初めはここ。簡単なね、簡単な問題でしたね。続いていきます。せんちゃん。じゃあせんちゃんのそうピークさん飛ばす。順番通りにはいかない。でせんちゃんのサコッシュどうですか？はい、これです。これも僕のも結構モラモラついて。もうね、これもザな白ではないよな。そうですね。ザな感じですね。ちょっとちっちゃめかなって感じだけど。これ何のサコッシュですか？これはザ・フリッチっていうブランドです。取り扱いブランド。これ知ってる人ね少ないかもしれないですね。マッシュ。そうですね。マッシュ。サンフランシスコ。僕全然詳しくないですけど。結構ね初期のマッシュのメンバークルーであるウォルトンっていうライダーがいるんですけど、その人がプライベートでやってるブランドですね。フリッチ。アパレル的なのとか。そうですね。ネックゲーターとかね。サイクル用品的なちょっとソフトグッズ的なの。あとハンドルバッグもライトウェイトな。ありそうでないね。そう、おしゃれなんですよね。やっぱセンスがすごい。これもね、アメリカのサンキューバッグ。そう。サンキューサンキューサンキューってなってる定番のデザインがあるんですけど、それのパロディになってるんですね。可愛いですよね。普段何入ってるんですか？今日は見せれる？大丈夫？見せれます。カッパ上のカッパとサングラスと財布とイヤホンです。以上。じゃあミニマムだね。意外となんかパンパンだなと思ったけど上着でしたね。そうです。上着が入ってる。じゃあお買い物した時普段これにさらに今日は持ってないですけどサコッシュを持ってます。サコッシュにサコッシュ。サコッシュにサコッシュ折りのサコッシュを持ってるって感じ。こんぐらいのやつ持っててパッカブルのやつ。ありがとうございます。それの中にこれが入る。逆になるんだね。逆になる。お買い物した時はこれだ。もうね。これが入ってる。結構。これ忍ばせてるってことですね。お買い物したらこっちがメインです。なるほど。もうこれはエコバッグとして使ってるってことですね。さすがですね。問題。サコッシュっていうこの袋バッグ、もともと何に使われるものでしょう。これサービス問題。じゃあこれもせんちゃん言いましょう。これは当てに行きますけど。いいですよ。自転車競技ロードレースとかでなんか補給食を入れて給地点でこうやってバッとこうやってみんな持っててこれをバッていくと。もう正解ですね。そうロードレースで使われる補給食を渡すためのバッグで、これ最近だとねどうでしょうね。このサコッシュ選手が受け取って中の水とかね飲んだ後は捨てちゃうんですよね。道路にねバーンと。で捨てた時の衝撃で穴開いたり壊れちゃったりするんですね。なんでこの作り自体がすごい簡単になってる。使ってて分かると思うんですけど、ペラペラの生地でもう調整機能も縛る縛って調整するんで超安楽。だから昼夜のもうね切れそうな感じになってましたよね。もう系列の方はね。そう本当にちょっとごめんね引き合いに出しちゃってそれぐらい簡素な作りになっているって感じですよね。でもなんかこの簡単な感じがねでもいいっすよね。そうですね。ね、ピークさんもうこれ何のやつですか？これ幡ヶ谷の近所の笹パン屋さん。ピクさんパン好きですもんね。そうパン。主食がパン。それの第1弾ですか？笹パンのクロワッサンはもうめちゃくちゃ美味しいです。笹皆さんブルーラグ行った際はちょっと寄ってみてくださいぜひ。3分ぐらい。そうですね。その笹パンの周年記念してね作ったサコッシュですよね。でこれジャグさんが手作りして作ってたかな。でうっすら見えるけどカミソリ。はい。昔ながらのね、それを
そのデザインこう消しゴムで彫り出してハンコを押したんだ。すごいアナログでうっすらしか見えないけどね、可愛いですよね、そのカミソリのデザインがね。普段は何を入れてるんですか？普段は結構物持ち歩かないのでそれの人目に耐えられなくなったっていうのがあってサコッシュを手ぶらつけることに朝通勤の時にみんな通勤ラッシュの中で一人だけ手ぶらっていうのに耐えられなくなった。なんかカモフラージュで何も入ってない時もある。だよね、もう俺いつもピークさんそれ入ってないよなって思ってるの。それぐらいでもちゃんと毎日つけてきてる。ここで問題です、はい、次はなんと早押しクイズです。はいはい、シャミロードレースの補給食のためのバッグってさっき言いましたね。でまあフランスではその、サコッシュって呼ばないんだよねって言いましたがいいですか、まだ押さなくていいですか？あ、そっか、そういうのがあるんですね。いいですか、押さなくていいですか？途中で予想するやつだ。どうします？もうちょっと聞こう。東大生だったらもう押してますよこれ。フランスではミュゼットと呼ばれてるですね。このサコッシュのことをミュゼット。あ、そうなんだ。僕らがこうはいサコッシュと呼んでるやつ。そうですそうなるほですですがですが、ミがュゼットと言うんですが、聞いててよかっ実はそのミュゼットの由来となったバッグっていうのが実はあるんですね。え？さらにた。これの前があるんですね。あるんです実は。なるほど。それはどんなバッグでしょう？どうぞ。押せねえな。急に激ムズです。これの前。いいですよ。誰か一つぐらいボケてくんないと次進めない。さあ誰だボケるのは。どういうこと？どういうこと？そうです。何用とかってこと？そういうのでもいいです。あ、そういうの。何用のバッグっていうのがありますね。フランスでしょ。当てに行きますよ。僕いいですよ。はいどうぞ。シャミ。パンを入れる。おーいいよ。来たんちゃう？フランスパン。そう。この流れ。バケット。バケットを入れるそれための。正解臭い気もしてる。おお。不正解。結構俺も当た残念。っちゃったよって思っちゃった。いやそれぐらいいい答えだね。違うんだ。いや確かになんか違うんだ。かなり難しいんで答え言っちゃいます。馬に餌をやるための袋っていうのがあって、戦時中とかそんな。ノーズバッグっていうノーズバッグって言ったり鼻のバッグって言ったり、あとフィードバッグって言うんですけど、その補給するバッグ。大間さん言ってますよね。大間さんのここにカバンをつけて、ぶら下げておいて。そうです、餌を食べさせるっていうのをちょっと実は用意しましたんで分かりにくいので、ちょっと実際馬が来る。じゃあシャミに持ってもらおうかな。来た。馬が用意できなかったんでキリンを用意しましめちゃくちゃリアル。た。どうしようかな。まず写真見てもらいましょうかね。ちょっと順番間違えちゃった。こういう風にね。あ、なるほど。そうなんです。これだから一番古い感じ。そう用途としてはたくさん馬がいるんだけど弱い馬餌食べれなかったりするんですよね。だからその弱に個別にこう餌をやるためのカバンだったり。あとは結構ほらイギリスとかヨーロッパだとこの警察官が乗っていたり、街中普通に馬歩いてたりするんですけど、その市街地でその餌をやるのに使ったりとか、この一番古いやつは本当にもうただの袋っていう感じ、もうまさにサコッシュそのものなんですよね。なるほど。本当に何のなんか凝った作りとかせずに。そうで、最近のノーズバッグフィードバッグっていうのはこうちょっと可愛い柄だったりね、ちょっとこうストラップがついたりして、こういうバッグがね実はありました。そうなんです。ちょっとこんな感じでね。すごい。これなんと弊社再現して。スタッフあんちゃんが再現してくれました。すごい。こんな風に。乗馬クラブからオファー来ちゃうんじゃないその仕事来る。でだからあんちゃん的にはやっぱりその馬が食べてる最中熱くないようにここがメッシュになってるものが結構あるらしくて、それも結構調べてメッシュ。ながらそうっすよね。そう苦しいからね。だからこういう現代的なすごい。やつからズタ袋みたいなただの袋
でまあこうちょっと巾着っぽくねこう飛び散らないように絞りがついてるみたいなのとかで昔のやつもね、結構こだわったのはハトメがねキャンバスの布地でハトメがこう鉄のやつが打ち込まれてたりしてなんかこう見ようによったらすごいおしゃれなそうバッグなんですけど、まあそういったノーズバッグフィードバッグっていうのがねあったこれが、まあ、僕らが言ってるサコッシュのそうです、まあ、起源と言われてるなんかヤンコって僕たちが使ってるけど、はい唯一形これで呼び方ミューゼットなんですそうね。そうそうなんで俺ヤンコだけこれミューゼットなんだろうっていうのが本当に今すっとそっちがていうそっちがそうそうなんですね。そうなんです。意外とねまあ世界見渡すとねミューゼットっていう商品名で売られてる商品の方が実は多い海外だと。はい。なるほどね。まあそんな感じでちょっと問題としてはかなり難しい問題になってしまったんですけど。当てたと思ったんだけど。いやいいよ本当にいい答えだったね。あ、そうかごめんシャミやってなかった。いつ来るのかなと思って前に紹介したことあるんですけど、これはフェアウェザーのパッカブルサコッシュなんですけど、普段使ってるのはメインはこっちです。なるほど。これはサックビルリベンデルのバックラインですね。はいはいはい、かっこいいよね。バックスのやつですね。のなんかやっとあれだね。使ってます。そうなんですよ。オーセンティックからちょっとこうちょっと外れた機能的な、ははい、カバンサコッシュになってきましたね。調整用のがついてたりとか、チャックがついてたりとか。でも中はもう本当一室のただの袋になってます。なるほど。普段何入れてますか？お財布、小銭入れ、あとは今日なんかサングラスあからさまに準備してる来てるからそういうとこあるよな。そういうとこ使ってますよっていうほらはい。ちょっと準備してきた。さすがでもガンは裸で入ってる。この中で普段入れてないのどれ？正直に答えて。これマジで全部入れてる。マジで全部入れてる。なんならマスクはちょっと今日はあれ予備で持ってこようと思ったのかあ、じゃあそれぐらいですね普段からちゃんと入ってる感じのな。やつ。でもやっぱずっと入れっぱです。あ、もう基本は。もうずっと入れっぱです。でも本当毎日ぐらい。あ、もう本当こそうですね。れだよね。毎日これです。そうだよね。で、まあ雨の日とかはこの防水の方で着てますね。あ、やっぱ雨の日は。あとこれとカッパがあるんで、なるほどなるほど。この季節やっぱいつ雨降るかわかんないからカいやッパをこそうなんの中にですよね忍ばせてっていう。ですね。いやもう僕もねこれカバンに忍ばしといて使ってるんですけど、エコバッグとして戦車みたいにエコバッグとしても使うけど、そうシャミみたいにこれをねバッて入れたらねカバンのカッパみたいな使い方もできるんで、これいろんな使い方できるからいいですよね。マルチの使い方ができますよね。いやありがとうございます。いやいいね。このシャミがちょっとこう機能的な僕はちょっとはい機能的なものを使サコッシュになってますね。結構みんな普段使ってるのってすごいシンプルなサコッシュなんですよね。そうそうそう。でまあもともとなんか自転車用、でさっき言ったけどこの捨てちゃうようなぐらいのバッグだったから簡単だし、日常使いだったら十分だし、で、まあ、ただそこからねよりその雨の日使うとかね、あとこうサコッシュが流行ったりこう、まあ、理由の一つに山歩きとかアウトドアでもサコッシュが使われるようになったっていうのが結構大きいと思うんですよね。そうそう。ちょっとブランド名出しちゃうけどこの大和道さんとかね、すごい。どちらかというと、サコッシュって聞いて一般の人たちが連想するもの、そっちの方が多そうですよね。そうですね。こういうのよりも。そうかもしれないですね。まあいわゆるギアとしてね便利にどんどんなっていって、まあそれがこう一般の人に降りてくる感じなんですかね。ただ改めて見るとやっぱみんなすごくシンプルなただの袋を使ってるっていうか。そうですね。結局そうなんです。だからこうみんな僕周りを見渡した時にすごいシンプルなの使ってるしやっぱいいよねと思って。意外とそっちの方が服に馴染みがいいですよね。いいですよね。という感じで、まあなんとなくサコッシュって呼んでるけど、まあ一体全体何なのよみたいなところがちょっとこう歴史をたどってみました。はい。じゃあ今日の MVP。MVP。はい。ポイント制じゃないんで。
絶対出ないであろうピークさんが出てくれたので、じゃあもう MVP でいい？今日正直一言も喋んないかもしれないって思ってたんだけど、すごい喋ってくれたから、じゃあもう収録前にずっと言ってま MVP したもんねおめでとうございます。おらそれだめちゃくちゃこれどっちどっちもらえるん？いや俺こっちいいですこれじゃあちょっと背負ってもらってね。いいですか？いいんですかこれはい。あ、似合います。これは本当に原型になってたこれ今作ってるんですか？あ、いやいや僕はあれ今その昔の見て再現しただけ。あ再現したんだめちマゃくちゃックスさんが今日のために作ってそうサンプルに。おすごいあれこれ美味しいっすねあ、じゃあこれいいこれでいいですか？ほら説明するのに用意したんで、なるまああげちゃおうということで。やったいいの？じゃあ町もあんの？もしこれ見ていいなと思ったらコメントにじゃあ欲しいですって言ってくれた数によってじゃあ作るんだよ。もうグッドボタンでももうあ、そうだね。そうね。じゃあ1万回いったら。僕とかちょっとこれで気持ちちっちゃい方が嬉しいかもなとか思っちゃってるあ、そうだね。だからそれもコメントで書いてほしいですよねあーなるほどね大きいもっとちっちゃいのがいいですとか逆に実はみんな大きい方が欲しいとか確かに。そう実は僕たちなんか本当に荷物少ないじゃないですかそれマジでいいね。ちょっと確かにそれで視聴者の皆さんにもう実際のはい要望聞いてみるという感じですかね。じゃあそれすごい使ってください。はいありがとうございます MVP はいおめでとうおめでとうごございます。ざいます。ありがとうございますいや出てくれてありがとうございます。いやなかなかレアな回になりますね。はい勉強になりました。はい。ありがとうございます。いやありがとうございました。じゃあみんなサコッシュいやサコッシュいいっすよ。いいよって感じで、はい以上です。ありがとうございました。ありがとうございましたありがとうございます